あなた方が戦ってんのは斎藤元彦という個人ではないんです。斎藤元彦というものが作り上げたファシズムの構造なんです。稲村さんがなんで選挙に負けたかっていろんな原因あんねんけど、本質的な問題一つあるんですよ。宿題は何やねんって話ですよ。なんで元彦が失職して選挙してんねん。来たるべき知事選挙、どう戦うべきかって明確でしょ。斎藤元彦体制の打倒です。これちょっといきなり兵庫の話になるんですけど、昨日ね、水谷さんがね、こんなことを書いてたんですよ。この、道端のようにする汚物があったらあなたは必ず絶対に拾って処理しますかという話で、私は自分からわざわざ飛び込んで吉田さんの配信の炎上証拠のネタになりません。差別で人が死ぬ見過ごのことは加担すると同じことだというその思想、正直圧がすごすぎて引きます。私に押し付けないでください。水谷さんはこれを捉まえて、こういうやつがおるから差別がなくならんのやなって、水谷さんの言うことは正しいんですが、兵庫のプロテストにおいて、差別と戦わないで何をやってるんですかと思うんですけど。俺はマイキーっていう人がどんな人か知らんし、過去にどんなこと書いてる人しか知らんけども、兵庫のプロテストにおいて、斎藤を辞めろと言っていることが、斎藤を辞めさすことにつながると思ってるやつは、だいぶ頭悪いと思いますよ。これね、こう考えたらわかるんです。例えばですよ。それだけが目的じゃないけど、渡瀬県民局長の名誉回復って、斎藤元彦がいなくなったら自動的に成立する問題ですか？ものすごく語を短くして言うと、渡瀬県民局長の名誉回復だけが別に目標ではないけれども、例えば渡瀬県民局長の名誉回復ということを考えたときに、斎藤元彦がいなくなるということは、必要条件かもわからんけども、十分条件ではないです。ひょっとしたら、渡瀬県民局長の名誉回復というポイントだけで言うと、斎藤元彦がいなくなるということは、必要条件でも十分条件でもない可能性は。渡瀬県民局長の名誉回復を果たさなければいけない。OK。僕は別に、それが最終的なゴールだとは思っていないけれども、例えばそれをゴールの一つだと仮定して、で、ゴールの過程と一つゴールの一つと仮定したところで、渡瀬県民局長の名誉回復をするために、斎藤元彦が辞めました。その瞬間に名誉回復しましたってわけじゃないわけですね。ですよね。で、戦ってるものは何なのかということです。戦ってるものは一体何なのかということです。斎藤元彦がムカつく。斎藤元彦が能力が低い。それは分かってるんですが、斎藤元彦が作り上げた体制というのは、ファシズムそのものなんですよ。で、それがなぜファシズムとしか言いようがないかというと、僕が限界地方政治で書いた原稿を読めば分かります。あれは、語の全き意味でのボナパルティズムなんです。別に斎藤元彦が新しい事例なんじゃないんですよ。独裁者というのは、斎藤元彦と同じパターンで登場するんです。で、さっきのこの吉田がどうのこうの言うてるけども、吉田は、偶然たまたま自分の利得を最適化するために、斎藤元彦のところに寄ってるんではなくて、斎藤元彦が立ち上げたボナパルティズムど真ん中の独裁政権は、ボナパルティズム政権だし、それはファシズム政権だから、必然的に差別というものはついてくるんです。あなた方が戦ってんのは、斎藤元彦という個人ではないんです。斎藤元彦というものが作り上げたファシズムの構造なんです。だから一個一個点検していくと、村上、吉田、あるいは尼崎の市議会議員選挙で出てきたおにぎり、川東、荒牧、15年前にチーム関西と言うて暴れ回ってた関西のレイシストが、なぜ斎藤元彦の周りに集まるのか。もみあげ、おにぎり、荒牧、なぜN 国が斎藤元彦の周りに集まるのか。それは斎藤元彦という人間の心の暗部が吸い寄せてるんではなくて、ファシズムという匂いにファシズムを許容する人間が集まってきてるんですよ。だとすると、知事の首をすげ替えただけで兵庫県の正常化なんてものは
達成できないというのはよくわかると思うし、目の前にいる吉田、村上、もみあげ、おにぎり、川東というのは、これは症状ではなくて、病そのものなんだから、ここと戦わない限り、何をやってるかがわからないという話になるんです。で、この残地されたものがね、次の選挙ものすごい気をつけなきゃいけないんだけど、その俺が言うてるボナパラティズムに染まったような選挙をやってはいけないんですが、元彦の首を跳ねさえすればね、すべてが正常化するわけでない以上、異常なるものとは全方位で戦い続けなきゃいけないんです。で、さっきね、俺、日本会議が自虐史観に反対する理由というのが、それがネガティブだからとかっていう、あれね、日本人の悪い癖で、何でも心の問題で解決しようとするでしょ。例えばこういうことを今もコメント欄で書いてる人がいるんです。ポジティブキャラに引き寄せられているのでは、違います。ファシズムそのものがにじみ出す怖悪的な匂いに構造として引っ張られてるんです。で、これね、今ね、ちょっと今俺原稿にして書いてるとこなんですけど、稲村さんがなんで選挙に負けたかって、いろんな原因あんねんけど、本質的な問題一つあるんですよ。戦わなかったっていう答えが出てる。左翼州がしたからですとか言うてる、分かりきアホみたいなこと言うてるやつがいる。ものすごい単純やね。日の丸振って、ほっぺたに天皇陛下万歳って入れ墨入れてて、ここに旭日旗のタトゥー入れてても、稲村さんのやり方だったら負けてました。何やと思う？怒らなかった。それもね、全部ね、それはね、症状の問題です。超本質的な問題があったんです。元彦叩くとか戦わないとか、もっとはるか手前の話です。渡瀬県民局長の外部通報に対する通報者探索行為は違法行為であるって一言も言わへんかったんです。批判しなかったとか戦わなかったとかってはるか手前の問題。渡瀬県民局長の外部通報に対する通報者探索行為は違法行為だったと言い切らない候補者が選挙で斉藤元彦に勝てるはずがないんですよ。なぜか。それは意見として正しいからではないです。何のための選挙なのかということを考えたら、そう言わざるを得ないはずなの。今なんでこの選挙やってんの言うたら、争点は、それが違法か合法かだけですよ。そっから辞職してるから選挙になってんねんから。リハックで問われて、人三角。元彦さんのやったことは違法でしょうか合法でしょうか言ったら、人三角の札上げてて。で、そっからね、だから右翼であるとか左翼であるとか戦うとか戦わないとかの遥か手前の時に、なぜこの選挙を戦ってるんですかという根本的な、この選挙を戦ってるじゃないな。なぜ今選挙やってるんですかという根本的な問いに対して、稲村さんは正面から向き合わなかった。で、それは違法という答えしかないから、それが間違いだということではなくて、違法かどうか分からへんかったら選挙出えへんかったんや。ほんでね、稲村さんのことをね、かばう人はね、当時はまだ答え出てなかったから、答え出るまで待つんやったら選挙なんか出んなよ。いや。何のために不信任出したんや。いや、だから稲村さんの言うてることは、左翼っぽいとか、なんたらっぽいとかの前に、なんで選挙出てんのって言われて終わりやねん。リハックの討論会で、斉藤はもちろんそうですけど、立花隆は丸の札上げてんねん。その隣で三角の札上げてる人が、どうやって名前書いてもらうの？それ戦うとか戦わないとか、相手を批判するとか批判しないの、はるか手前の問題で、そもそもあんたなんで立候補届出したんって話やん。それは三角が曖昧で政治家としての急ぎやさがないという、とかいう、そんな話のはるかもっと手前。なぜあなたは立候補届を出したのって話ですよ。
だから田舎の、兵庫におるような田舎の能力が低いから田舎でしか生活ができなくて、東京はおるか神崎川が渡って大阪にも行かれへんような人生の孫組、兵庫県に行さんおるやん。あいつらはさ、左翼が悪口やと思ってる。稲村左翼やから負けてんやとか言うてるやろ。じゃあお前が能力が低いから賢い人間みんな左翼に見るだけやいう話やねんけど、まあそれはさておきよ。左翼であろうと右翼であろうと負けてるよ。だって意味ないねんもん。選挙に出てる。何のための選挙やねん。お前そこどけ言うてんねやろ。そこどける理由は何やねん。違法行為してるからやんけ。そやから選挙になってんねやんけ。何のためにわざわざ選挙してんねん。それは正義とか正解とか潔さとか戦うとか左翼とか右翼とか、それの遥か手前の話ですよ。もうどんどん手前の話。お前何のために供託金払って選挙出てんのって話ですよ。ほんでね、これ、中道改革連合がやろうとしたことと全く同じやけど、あそこで、その場所で稲村さん三角の札あげたんやけど、それって中道改革連合のやってることと全く一緒でしょ。で、稲村陣営はその後、そこで三角で出すのは確かにね、政治家としては誠実かもわからんのよ。なぜかというと、自分は知事になりますと。これ稲村さんをかばうわけじゃないよ。かばうわけじゃないけど、自分は当選した知事になりますと。で、それが白か黒かを判断するのは県議会だから、県議会の判断に任せますっていうのは、それは筋通ってるよ。そこの理屈だけ取り上げたらね。私はこの後知事になるんです。で、知事になった後も百条委員会は続くでしょうから、私は知事の立場として議会を尊重しますので、議会が出される答えをお待ちしますということで、三角を出すというのは、それはね、ある意味誠実かもわからんね。でもね、それ言うんやったらわざわざ選挙出やへんだよねん。元彦さんそうしてくださいよ、言うてたらええねん。で、繰り返しになるのがね、これね、おっしゃる通りなんですよ、ヒロさん。批判してるんじゃないですよ。これおっしゃる通りなんですよ。正義と悪との間に中立なんてありえない。その通りなんです。その通りではあるんだけど、俺が言うてるのはそうじゃないのよ。それの遥か手前。2024年3月27日の記者会見というものがあって、それから9ヶ月経って選挙になってる選挙で、そこに対して態度を鮮明にしないということは、それはマーケットに出ていないことと一緒でしょということを言ってる。で、これ稲村さんのことをバカやバカや言うてるけど、この失敗をみんなやってんねん。何のために選挙やってるのという問いにみんな答えてないのよ。それをね、マーケティング戦略の失敗というよりもね、マーケティング戦略ですらないのよ。何のために商売してるの言うてる。商売で言うたら、儲からんでも儲かってもどっちでもええ言うてるのはもんやねん。で、何のために選挙してんの？その選挙で何が問われてるの？選挙そのもののレゾンデートルは一体何やねん。ということ考えたらそこは自分の内心では三角もわからんけど丸の札上げるしかないんですよ。ちなみに清水は丸上げてた。あ、ごめん、×上げてた。違法ですって言わなしゃないねんって。で、そこで争点を下げてん。で、稲村さんは大学生に象徴されるように優しい、分断を煽らない選挙ってことをやった。でも選挙って分断やねん。投票用紙に名前書くって分断やねん。5人候補者おったら5人のうちの1人の名前しか書かれへんねんから、分断に決まってんねん。花から分断やねん、選挙って。みんな仲良くしてもらったら投票用紙に候補者の全員名前全員書かなあかんねん。ほんで、みんな勘違いして若い子にはそういうのしか受け入れられへん言うてるけど、そんなことない。若い子元彦受け入れてるやん。元彦のやったことはザ分断ですよ。元彦がやったことはザ対立ですよ。元彦のやったことはザ他人の悪口ですよ。椅子が1個しかないねんから分断に決まってるやんけ、そんなもん。それ中道改革連合の失敗と一緒でしょ。椅子1個しかないねんで。で、それで分断を生むなんて、分断生まれに決まってるやん。選挙というのは株構造として分断を要請してるんです。株構造は上部構造を規定する。僕があそこで三角の札を上げたから負けてるっていう理由はそこです。2024年11月の選挙は株構造として本人が、その候補者が、わからん、兵庫県の空き地に全部
原子力発電所を建てるのが私の夢ですって言うて、知事選挙に出ようが何であろうが何であろうが、どんな政策があろうが、県民500万人の県民に1年間で5000万ずつ配りますっていう政策をやりたいと言おうが何であろうが、どんな政策持ってきてもええけども、2024年11月の選挙というのは、斉藤さんやったことは違法ですか合法ですかって問うための選挙やったんですよ。自分の主張したいことがそれ以外に何ぼあろうと、それは宿題として返さなきゃいけないことやった。で、それは戦うか戦わないか。戦うか戦わないか、上品か下品か。どんな政策を言うか言わないか。税金を上げるか下げるかとかってはるか手前ですよ。宿題は何やねんって話ですよ。なんで元彦が失職して選挙してんねん。で、稲村さんは分断を煽らない、そこで三角の札を上げてしまうような、優しく丸くみんなを包摂する仲良い稲村和美で打ったんですよ。で、それ挑戦者ポジションで仲良い稲村和美やったの。元彦やったこと。これ、ええ人として稲村さんを売ろうとしたわけ。元彦、綺麗なお辞儀の斎藤さんで打ったわけ。ええ人合戦してて。ええ人合戦をやろうと思ったのは、多分松田とか、阪神タイガースのおっさんとか、稲村さんの周りにおった選挙勝ったことないアホの田舎者がそれを考えたんやと思うんやけど、あるいは西宮の市長とか、あそこら辺のカチッとした小選挙区やったことない連中が考えたんやと思うんやけど、ええ人合戦してね、現職に勝てるはずがないのよ。なんでかわかる？これもね、すっごい根源的なもんね。ええ人は選挙に出ないからです。ほんまにええ人は現職に仕事させ続けるんです。ええ人やったら現職頑張ってはるなーで終わりやん。ええ人やったら、どうぞどうぞ、どうぞ、どうぞどうぞ。ほんまにええ人やったら選挙なんか出えへんねんて。選挙出てる段階でええ人ちゃうねん。で、嘘やねんって騙されてんねんて。それ自民党のプロパガンダやねんけど。自民党、自分らの選挙で悪口ばっかりやねんけど、勝った後悪口言うからお前ら負けたんやって負けたやつに言うねん。これプロパガンダで思い込まされてるだけやねんけど、俺が商売でやって選挙で絶対勝つのはそれですよ。徹底して相手のこと悪口言うからですよ。俺選挙負けなしのがそれが原因ですよ。構造は何かということを見るからです。新人が立候補するとか、現職を落とす選挙ってその通りです。掛け声は何か言ったら、俺はお前を無職にする言うて戦ってんねんで。選挙に出てる段階で、そう言わんでも言うてることは、俺はお前を無職にするって言うに言ってんねん。そういうことでしょ？ 2024 年の兵庫県知事選挙で元彦に勝つということは、元彦を無職にするということですよ。で、だからみんなそんなことを口に出してないけど、自民党に対抗して衆議院選挙に出ますよとか、今ここで自民党で現職でやってる国会議員を無職にしますって言って選挙に出てんねんで。あいつを無職にするって言うて選挙に出てんのよ、あんた方は。いや、あの人も頑張ってはるんですけどね。いや、たまには僕のことも思い出してほしいんですよ。いや立派やと思いますね。もう何年も国会議員やってはってね。自民党さんで頑張ってはると思いますわ。よかったら僕の名前も書いてもらえませんかって。誰聞くねん、そんな話。元彦さんも頑張ってはると思うんですよね。何言うてんの、それ。ほんやったら現職でええかって話になるわな。突き詰めていくと、選挙というのは、特に新人挑戦者、野党側から見ると、今の現職与党を無職にする行為なんですよ。もう、世紀末の老人形の館みたいなこと言わなあかんのよ。お前を無職にしてやろうか。ということで、稲村さんが負けたことが必然だということがお分かりいただけたと思うんですが、で、そう聞くとね、左翼やから右翼やからとか、政策がああやとかこうやとかやなしに、そもそもなんで選挙出てるのという問いに、稲村さんは答えてないのよ。で、それは稲村さんが候補者やったからあかんとかいう話はなしに、それは一重に兵庫県民の田舎臭さやと思うんやけどね。そういう選挙が受けると思ってしまう能力の低さやと思うんやけど、特に市民でも兵庫の周りの連中とかね、人生のうちに何一つ買ったことない連中が集まってなんかやってますけども、だとするとね、稲村さんがなぜ負けたかというのは、そこの根本義で、そもそもなぜあなたは立候補届を出したんですかという問いに、直接に答えてないのよ。若い子は分断が嫌いや悪口は、そんなことないよ。
ブレイキングダウン見てる連中がなんで悪口嫌いなはずがあんねん。その根本から逃げてるから負けたんですよ。さあ、その根本から逃げると負けるということに考えて、さっきの水谷さんのこの事例、こんなことやったら負けるよね。その稲村さんの事例は2024年の選挙だったんです。で、もはや次の選挙は違法行為の告発そのものは争点になり得ません。斉藤元被告は2024年11月以降に作り上げた体制そのものが問われる選挙になるわけです。で、もちろん運動とは選挙とは関係ないところですが、2024年11月の選挙で出来上がった第二次元彦体制は、ボナパルティズムの権下であり、ファシズム制限であればね、何と戦ってるんですかということですよ。あの時に稲村和美があそこで罰の札を上げる、すなわち違法行為であるという明言をしなければいけなかった。だからしなかったから負けたんだという練習問題を解いた後、来たるべき知事選挙、どう戦うべきかって明確でしょ。斉藤元彦体制の打倒です。そして斉藤元彦体制の打倒というと何なのかっていうと、11月の選挙に出来上がったボナパルティズムとファシズムの権下みたいな兵庫県の現体制を体制ごと否定するということです。だとすると、ファシズムとボナパルティズムに絶対付随する差別というものと戦わざるを得ないの。今、路上の吉田や村上と戦うことは、あのリハックの討論会で稲村さんが公益通報者保護法違反ですと明言するぐらい必要条件なんです。それが争点なんです。それがそもそもの前提なんです。元彦さえ指定していればいい。公益通報者保護法から見て違反だと言っていればいいというのは2024年11月で終わった話なんです。それは終わってんねん。残念ながら。終わらしたらあかんけども、政治の文脈では終わってんねん。で、しかしその2024年11月の選挙で生まれた兵庫県の体制というのは、ザ・ファシズムなわけ。そして来たるべき選挙は、ファシスト側はファシズムの是非なんてものを争点に持ってこないから、こっちはファシズムこそが争点だというふうに持っていかなきゃいけないのよ。争点を見誤ると、また死ぬぞ。だから、吉田、村上と戦わざるを得ないの。吉田、村上は、斉藤元彦だから現場に来てるんじゃないの。斉藤元彦が作り上げたものがザ・ファシズムだから、ファシストの周りにレイシストがいるのはお定まりだから来てるの。で、ファシズムでお定まりのようにファシズムが横行すると人が死ぬんです。だから元彦は人殺しって言わなきゃいけないの。で、もちろんね、現実問題としてね、普通の都道府県やったら 8% ほどしかおらへん立花隆の言うことを聞いてしまうような気違いがね、兵庫県には人口の 20% ぐらいいるわけですよ。それだけ兵庫県は程度低いわけです。で、そこでね、ファシズムなんて言葉を使ったかって、サダンが8言うてる子に素因数分解させるぐらい何のことか分からへんですよ。アホばっかりやねんから。だからファシズムなんて難しい言葉使う必要ないんです。ただ、戦うべきものはファシズムだということを、せめて賢側は分かってなかったら。いや、普通のまともな米食べて魚食うて味噌汁飲んでる日本人の都道府県やったらね、立花隆相手するやつなんて鼻くそ程度しかおらへんねんけど、兵庫県の場合は 25% おったんだよ。それだけ能力低い人間が兵庫県にはおるってことでしょうよ。で、そいつらがマーケットやねんから、アホに合わせたらなあかんから、ファシズムなんて難しい言葉使ってられへんよ。知らんでも。アホやねんから。ね、このね、25% っていう数字はね、すっごい面白いんですよ。いかに兵庫県民が相対としてレベルが低いかって話なんですけど、元彦支持者見てるとね、令和新選組の支持者によう似てるんですよ。出口調査のグラフ見たらわかると思うんですけど、兵庫県内の令和新選組の支持者のうちの 75% 元彦に投票してるんです。で、元彦に投票してないの 25% なんですよ。それはネトウヨ化してるんじゃないんですよ。で、令和新選組の支持者からすると、元彦の方が戦ってる風に見えたら、あいつは戦ってたら何でもええでも。で、能力低いから字読まれへんから、情報の窓口ネットしかないし。新聞読まれへんし、難しい漢字読まれへんの。
令和新選組の支持者が今日の日経新聞の朝刊の一面とか見たらこうなるんです。いや、元彦の支持者と知的レベルがあんまり一緒やから、いや、っていう証拠やんか、75% も。元彦の支持者とか令和の支持者が今日の日経新聞の一面トップを見たら、のもに、インターネットは12にもにするをのもできるようにするだ。のが丸ことにする。テックなどなにしやすくなり、マネーがとをまたいでする気が丸。いや、そんなもんでしょ。で、その 75% は元彦に投票してんのよ。そりゃそうですよ。令和新選組を支持するような能力の低い人間しか元彦のことええと思えないですよ。だから斎藤元彦のことをええと思ってる人間は、令和新選組を支持してるぐらい能力の低い人間なんです。それは右とか左とかではないんです。アホか賢いかだけで、アホしか斎藤元彦のことを信用しんひんの。でそれはもう火を見るように明らかに、俺がこだわってるのはもう25っていう数字なんですよ。票の悪口言うてるみたいやけども、令和新選組を支持してる中でも 75% は元彦に投票してるけども、25% は投票してないということは、例外っていうのは 25% あるわけですよ。だとすると、兵庫の全人口から考えたら元彦に投票したのは 20% やねんから、ちょうど例外と同じなんですよ。で、例外が調子乗っとんのが今の兵庫県政なんです。それを叩き潰しましょう言うてるの。で、例外が調子乗っとる境に独裁にならざるを得ないのよ。なぜならば自分の権力の基盤が社会ではつまはみじきに合う令和新選組と同じ、令和新選組の支持者のような知的レベルの社会の敗残者しかいないという認識が元彦側にあるから、そうすると彼は包摂の権勢ができないわけですよ。だって元彦から見たら有権者の 75% は敵なんだから。有権者、75% の有権者を敵に回して権勢を回そうとすると、独裁に走らざるを得ないわけです。そしてそれで元彦のやってる戦略っていうのはとても賢くて、その 25% の気違いを集めて固くしようとしてるんですよ。これは手強いぞ。これは手強いぞ。25% の気違いをインタクトにしようとしてるの。これは手強いぞ。さあ、その時に、こういうことがどういう結果をもたらすか考えてみたらいいんです。ね。あらゆる方面から考えてももうちょっと構造と戦うということをやった方がいいです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。